皆さんご機嫌いかが？コーチです。今回は鬼滅の刃の主人公竈門炭治郎の日輪刀を作っていきます。炭治郎の新しい方の日輪刀になります。この刀で再現したいこだわりポイントがたくさんありますんで、次の設計で紹介したいと思います。まずはこの刃文ですよね。2箇所ギザギザっとしてるところがあるんで、ここは峰の部分の段差をあえて残すことで表現したいと思います。そしてこの滅の字ですよね。これをどうにかこうにか表現できるかなできないかなと思ってます。そして唾ですね。煉獄さんから受け継いだこの唾、これの表面をデコボコにして立体感を出していきたいと思ってます。というわけで作る順番は刀身、柄、唾、鞘、この順番で作っていきたいと思います。使うビーズはパーラービーズのこちら。それでは作っていきましょう。まずは刀身から並べていきます。柄の中身は僕の中では真っ赤じゃなくてこのえんじなんですよね。刃文のギザギザをどの位置にするかっていうそのバランスが難しかったんですが、なんとか並べ終わりました。あとはこの滅の字ですけど、頑張ったんですけど、もうなんか文字が書いてあるかなぐらいな感じで勘弁してくださいって感じです。では気を取り直してアイロンしていきましょう。マスキングテープは失敗すると悲惨なことになるので、結構精神統一してからやってます。これ剥がすときペリペリペリって気持ちいいんですけど、アイロンできてないビーズがくっついてきた時の絶望感たらないっすね。恐ろしい。それじゃあ組み立てていきましょう。ちょっと説明してなかったんですけど、真ん中を空洞にしているのはこの園芸用の支柱を芯として入れるために開けてます。この芯をどれだけ反らすかによって刀の形が決まるんで、刀匠みたいな感じでこうまっすぐになってるかな、反りがどれぐらいかなみたいな感じでいつも見ながら作ってます。反りすぎるとかっこ悪いと思うんで、僕的には横から見てちょっと曲がってるかなぐらいを目指してやってます。と言ってる間に組み上がりましたね。組み上がるとガシッと固まって持った時におお刀だって感じがします。お次に柄を作っていきます。炭治郎の刀の柄は真ん中だけ巻き方が違う特徴的な形をしているんで、これを表現するためにナノビーズで線を引いてみました。でここに片面アイロンをして、それでひっくり返してみると線が見えないっていうね。まあかろうじて見えてるんで、よしとしてください。あとはこれを柄の中身に巻いてデコボコにはめ込んでいく作業です。これはめ込むのも結構気持ちいいんですけど、一体になっていく感じがして好きな作業です。これで柄の出来上がりというか巻き上がりって感じです。いい色味です。それでは唾を作っていきましょう。煉獄さんから受け継いだ唾なんで気合い入れて作ってるんですが、結構バランス難しいですね。外側の金色の部分は縁取りにしたかったので、ナノビーズを乗っけて薄く伸ばして溶かすっていう匠の技を使ってます。角度を変えてみるとちょっと出っ張ってるかなっていうのがこだわりポイントです。結構いい出来です。それじゃあ唾とかいろいろ組み立てていきます。もうここら辺まで来ると刀の形がだんだん見えてくるので、作りながらウキウキワクワクしてます。最後のこのパーツ幅木っていうんですけど、実はこれを接着することで強度がぐっと上がるんです。面白いですよね。というわけでこれで刀身の出来上がりです。刃と唾と柄でそれぞれ大きさがいいバランスになってて、ちょっと引いてみるともう刀にしか見えないですよね。持つのが楽しすぎる。最後に鞘を作っていきます。炭治郎の鞘は真っ黒なんで、ひたすら黒のビーズを並べていくんですけど、全部で多分3袋ぐらいは使ったと思います。約3000個。もうね、並べてる姿はまるで修行僧ですよ。そんな苦行を乗り越えて、これでやっと完成でございます。いかがだったでしょうか。僕の作品は遊んでなんぼみたいなところがあるんで、技の一つでも放ってちょっと遊んでみようと思います。日の神神楽両肩つ決まった。振っても大丈夫な強度があるんでめちゃくちゃ楽しい。もうね、出来上がったらこうやって壁に飾ってって、そのうち壁を作品で埋め尽くしたいと思ってます。
楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録お願いします。それと BGM も僕のオリジナルなので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは皆さん、良いアイロンビーズライフを。ごきげんよう。